ちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。前回は左払いを解説したんですけれども、今回は右払いを解説します。こちら症状の書き方の75ページですね。こちらの内容を元にしています。実はですね、実用書道のような小筆を使った場合、右払いっていうのは大きな筆を使った場合よりも動きがね、意外にシンプルだったりします。その辺も含めて、2種類解説をしていきたいなと思います。まず1つ目が大きな右払いで、2つ目が角度の浅い右払いとなります。この2つやってることは同じなんですけれども、用途が異なってくるので、その点も踏まえて説明していきます。それではよろしくお願いします。まず1つ目の大きな右払いは、普通の右払いのことですね。筆をスッと入れて、そのまま右下に向かいます。で、徐々に太くして抜く。筆をスッて入れて右下に向かって、この時に徐々に下に筆を押していくだけでいいです。穂先を下に押していって、今度は一番太くなったら右上に抜いていきます。こっち。右上に抜くのは、抜きやすいですね。で、あとね、文字が少しね、上向きの文字になります。文字の印象がね、少し明るくなるというか、ちょっとイメージ変わりますので、ちょっと試してください。で、もちろん、こう太くしてって、こっちに向かうのも、これはこれで一つの書き方ですよね。真横だったりとか、少し下に、これちょっとおかしいな。行くこともあるんですけれども、とりあえず、少女飛行プロコースを受講されている方は、右上に向かうことを基本として考えてください。はい、それでは作例いきます。はい、2つ目の角度の浅い、右払いというのは、先ほどの右払いの応用になります。少しうねりを入れて、さっきはね、まっすぐだったんですけれども、それが少しうねりを入れて、角度が浅い。これはね、斜めに角度深くいってますよね。ほぼ45度ですけれども、浅くいっています。角度が浅いというのはここのことです。要するにこの角度が浅いんですけども、これに比べてこの上下の高さがね、さほど出ない方がいいですね。で、これ使用用途が決まってまして、要するに尿、真尿とか遠尿とか総尿で使う右払いと思ってください。で、ついでにね、真尿の書き方を解説したいなと思います。まず何かしらパーツが載っているとして、この角度が浅いってことですね。で、真尿の書き方なんですけれども、まず基本的に点とこの2画目の入筆の部分、そしてこう点接している部分、あと3画目、そう。まず真尿は三角であるということを知っておいてください。その上でちょっと解説になるんですけれども、ここ1画目、2画目で点接の部分と3画目、これがね、均等です。隙間。はい、あともう一つ、ここ揃えるといいですね。斜めに外側に揃えるといいです。1画目、2画目、3画目。こっちもね、少し揃ってるんですけど、あんまり考えなくていいかな。こっち側だけ、外側だけ考えておくといいかなと思います。あと、しっかり入れます。3画目。
ここ必ずしっかり入れてください。ドンってしっかり入れて、ちょっとうねって右払いなんですけれども、ここの一番太くなる部分がこの上のパーツのね、ちょうど右端ぐらいが目安だと思ってください。なのでこれが左すぎても右すぎてもいけないということです。でこの部分ね、少し長く取らなきゃいけないので、それを想定してね、ここを開けなきゃいけないですよね。そうすると必然的にここの位置が決まってきます。あと筆順なんですけども、針葉は上のパーツが先です。円葉もそうだけど尿でもね、総尿の場合は先に書きます。総尿に関しては後でちょっと作例で一文字書きますので、そちらの方を参照してください。はい、それでは作例いってみます。はい。ということで、今回は右払いを解説をしていきました。小筆の場合は、右払いは下に押していって戻すだけですね。筆をねじったりそういうことをする必要はありませんので、できるだけシンプルに考えるようにするとうまく書けるのではないかなと思いますので、ぜひお試しください。それではご視聴ありがとうございました。